策略。7。はっきりしない、おぼろげに見える輪郭は女のように思う。やはり妻か。俺が関わった女なんて妻以外にないに等しい。そう思ったら、なんてわびしい人生だったんだと思えてきた。しかも、たったの34年で、人生に幕を閉じるなんて思いもしない。その上、殺されるなんて、俺の人生で楽しいことなんてあったのか？確かに妻と結婚できた時は浮かれていたが、それもほんのつかの間だった。妻の俺を見る何とも言えないような目。俺にはあの目が俺を蔑んでいるように見えた。でも待てよ、最近何か楽しいことがあったぞ。俺は妙に浮かれていた記憶がある。何だったっけと考えるが思い出せない。腹立ち紛れに壁を叩いたが、やっぱり叩くこともできないで、その手は空気を切るように壁の中に入る。でもなぜかそれと同時にガサッという音がした。なんだ？何かわからないが、その音に妻が反応した。随分と怯えているみたいだ。寝室のベッドの脇にうずくまって息を殺している。何をやってるんだ。でもなんだか滑稽だ。妻のこんな姿を見られるなんて。そうしたら不意に妻の放っていた言葉がよみがえった。そうだ、あれは半年ほど前だ。その日は珍しく妻の友人が家に遊びに来ていた。俺は予定していた接待がなくなり、いつもと同じ時間に家に帰った。玄関を開けると見知らぬ靴があり、そういえば今夜は妻が友人が来ると言っていたことを思い出した。そのままリビングに向かうと、中から妻と友人の話し声が聞こえてきた。ドアに手をかけた時に思わぬ言葉が耳に入った。はあ、交通事故にでも会ってくれないかな。それとも毒でも盛ろうかしら。ねえ、私が殺してあげようか。殺す？随分と物騒な話をしていると思って足が止まった。そうしたらあんたには保険金ががっぽり入るってわけね。羨ましい。妻が話しているのは俺のことに違いないと思った。この時俺は妻が本気で俺の殺人計画を立てているのではないかと思って、そっとドアから離れ家の外に出た。あいつはあんなことを考えているのかと思った。ただ冷静になって考えれば、妻は金のために人殺しをするほどバカな女ではない。だからそういう願望はあっても自ら手を下すことはないと思っていた。でも今のこの俺の現状はどう見ても殺されている。とは言っても家の中で殺して放置して寝てたりしたら、すぐに殺人だとバレて捕まるのは妻自身だ。そんなことになったら元も子もない。保険金は入らないし刑務所行きだ。実際に妻が殺人計画をしたとしたら、ここまでお粗末な計画は練らないだろう。じゃあもしかしたら衝動的に殺したということはあり得るか。それもないような気がする。だいたい妻は俺の言うことなんてほぼ聞き流していた。俺のことなどそれほど気に留めていなかったということだ。そんなにもつかない相手を殺すだろうか。妻は家事はほぼ完璧だったが、俺が唯一気に入らなかったのは妻が食事の後少し休憩することだ。俺は
使った食器がいつまでも目の前にあることが耐えられない。たとえそれが5分でも気になって仕方がない。だから俺が勝手に片付け始めることもしばしばあった。妻は口にこそ出さなかったが、きっと心の中で文句を言っていたことだろう。だからといってそんなことで俺を殺すとも思えない。容姿を別にすれば俺は妻にとって理想的な夫だったはずだ。妻にはもう身寄りがいない。確かに高額の保険に入ってはいたが、それは俺を殺して手に入れるためではなく、俺に万一のことがあった時に生活に困らないようにするためだ。その気持ちは分かったし、俺も保険に入ることに特に抵抗もなかった。ではなぜ俺はこんな死に方をしているんだ。ちょっと冷静になって考えよう。いや、思い出してみよう。俺には自殺願望などなかった。だいたい自分の腹に包丁を突き立てるなんて怖いことが俺にできるはずもない。だから自殺は論外だ。事故か、それも考えられない。一体どんな事故があれば腹に包丁が刺さるんだ。しかもその包丁が妻の眠っていたベッドの足元にあるというのはどういう状況だ。この状況だと確かに妻は真っ黒だ。殺人計画？ちょっと待て。そうだ、思い出した。妻の殺人計画を練っていたのは俺だ。別に本気で殺そうと思っていたわけではない。妻があんなことを言っていたから、俺も面白半分で計画を練って密かに楽しんでいた。命乞いをする妻の顔を想像して憂さ晴らしをしていただけだ。まあ自分でも馬鹿げたことだとは分かっていたが、俺の妻へのささやかな抵抗だ。妻だって俺が死んでくれたらと思っていたのだからおあいっ子というもんだ。それにしてもこいつは俺が死んでいるというのに泣きもしない。というより、なんで警察に通報しないんだ。この状況だとどう見ても俺は不審死だ。まずは警察だろ。それを連絡しないということはやはり何かやましいことがあるのか。あなたの気持ちわかります。考えていたら誰かの声が不意に頭に響いた。そうだ、誰かがそう言っていた。俺は何のことかわからなかった。誰の声だ。あれは誰だ。女だ。なんだか気味の悪い女だったということは覚えているが、顔が出てこない。親しいような親しくないような会社の女だっただろうか。そうだ、あの女、こうも言っていた。奥さんに死んでほしいんでしょ。私協力しましょうか。女は笑いながらそう言った。なんでそんなことを言うのかと思っていたら、俺が落とした妻の殺人計画を書いた手帳を拾ったのだ。2、3日前から見当たらなくてどこにやったのかと思っていたのだ。まずいものを見られたとは思ったが、趣味で書いている小説のネタだとかなんだとか言ってごまかしたような覚えがある。でもそれまであまり話したことのないその女がそれからやたらと話しかけてくるようになった。面倒な女に見られてしまったとは思ったが、あれは俺が妻を殺す計画であって俺が殺される計画ではない。だから今俺が死んでいることとあの手帳は関係ないだろう。妻をやり込めたいとは思っていたが、俺が死んでは意味がない。妻に一泡吹かせるために自分の命を懸けるほどバカでもない。でももしあの手帳を妻に見られていたとしたら、
自分がやられる前に、とか妻は考えただろうか。俺の頭にちらちら浮かぶ女の影は誰なんだ。誰かが俺を見て笑う。その手に包丁が握られている。そうしてまた笑いながら、こう言った。あなたが死ぬのが一番手っ取り早いわ。つづく。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録して、この続きもぜひご視聴くださいませ。チャンネル登録、いいね、コメントなどなどいただけるととっても嬉しいです。次回もご視聴お願いしますね。